附属牧場にいます真鍋と申します。よろしくお願いします。附属牧場はこう上野からだいたい100キロまで行かないんですけど、水戸の近くにあって、福島の原発からも100キロちょっとぐらいの場所にいます。で僕ら自身の牧場も若干のやっぱり汚染被害を受けてるんですが、今回はそれとはちょっと違って、南相馬市の区域警戒区域内で105日間、ちょっと僕はタイピングミスで150日って書いてるのがあるんですけども、105日間ですけども、使用されていた原種豚の生殖機能というか繁殖能力、それについてずっと調べているんですが、約1年経ったところで中間報告を簡単にさせていただきたいと思って、今回ちょっと時間を頂戴しました。それでまず豚なんですけども、大体日本中でここにありますように約1000万頭ぐらいの豚を使用しまして、で130万トンぐらいの豚肉を生産すると。で実はこの倍ぐらい皆さん消費してまして、約半分は輸入して半分は国産であると。でこの豚肉の生産っていうのは、一つは鹿児島とか、宮崎のような南九州、それからあと関東圏東北圏で生産してまして、福島県も約20万トン、約6分の1ぐらいですか、随分とたくさん生産してるんだということでございます。で皆さんが普通一般に、スーパーマーケットとかお肉屋さんに行って豚肉ちょうだいっていう、その豚肉っていうのは実は黒毛和種とかそういうふうな品種が一つになったもんじゃなくて、いくつかの交配種雑種なんですね。でその雑種の元になる原種の豚っていうのが実は非常にこの、豚肉の生産の上ではものすごく貴重です。でここにありますように、大体6種類ぐらいのですね、原種豚というのが日本では使われています。世界で見ますとこの下に小さい文字で書いてるようにまだ他の原種豚がいますが、大体この6つ、特にその左側にありますようなランドレースとかデュロック、大ヨークシャーっていうのが非常に重要な豚になります。で今回そういったものを救出しまして、で繁殖ちゃんとするんだろうかということを調べました。でこれ一つの例なんですけど、最近、例えば街中のレストランなんかで3元豚とか4元豚とか場合によっては5元豚っていうような言い方をするんですけども、これどういう意味かと言いますと、先ほど申し上げたように、例えばここにあるのはですね、左の上にお母さんがランドレスでお父さんが大ヨークシャーという品種で、この子供の娘ですね、これが雑種の F1 って言いますけども、これにさらに丈夫なっていうことでデュロックっていうお父さんと掛け合わせた、これはだから3種類の原種の豚をですね掛け合わせた、そういうのを3元豚で、これを実際に餌をやって大きくして、最後かわいそうですけどみんながおいしいおいしいって食べちゃうというようなことを、常に養豚豚を飼っている農場で繰り返しているわけです。で何度も申し上げますけれども、この元になるような、例えばランドレスとかヨークシャーとかデュロック、こういったものが非常に重要ですし、でこういった豚はなんか豚いうといくらでも増えそうなイメージがあるんですけども、非常に純粋なものになってますので、なかなか子供ができないし、でそれを維持することが難しいというようなことですので、これをどうにか助けられないかというようなことで研究を行っています。でちなみに今回豚を助けてきたわけですけども、この警戒区域内では事故の前ですね、前の年でだいたい豚が約3万頭で、牛が4000頭で、馬が100頭、この辺り相馬の馬追いとか結構有名なところですので馬が結構います。それから鶏が100万羽弱ぐらい飼われてたと言われています。で今はほとんどこれが残ってない状態ですが、この中の豚、特に元になるですね、種豚を救出すると。で実際にこの南相馬市のはこれ最近農林省が発表したものですけども、非常に土壌の汚染もですね非常に高いレベルであったということが今になって分かります。でそういったところで、建物の中ですけども、100日ほど飼われてたものが、
対して問題がないのか、あるいはあるのかということを見極めるということは、家畜だけじゃなくて他のいろんなですね生き物に対しても推測ができる可能性があるんですね。もちろん生き物が違うとまた別の反応が出ますけどもですね、全くその根拠なく危ない危ないとか、いや安心だとかいうようなことではなくて、少なくとも豚ではこうでしたということが言えるという意味で意義があるんではないかというふうに思っています。で、私たちが実際やってますのは、まずは当世代、つまり南相馬市からですねこうトラックに乗せてぐっと運んできて、これ約1年ほど前ですけども、それで私たちがいますその茨城県の牧場で当世代の生殖機能、それから、たまたま閉死っていって、弱ってですね死んじゃった豚がおりますので、その体内のいろいろな放射性の各種のレベルを測定すると。それからこの生殖機能に問題がないということが分かれば、交配して次の世代、子どもの世代を実際に生まれるかどうかと。で生まれた場合はそれの生殖機能は問題ないのかということを調べようという。で約1年経ってこの3番目のこの辺りまでですね研究が進んできたんだということでございます。で今からはもう写真ばっかりで、ほとんどデータらしいデータないのでちょっとごまかしなんですけど、これはちょうど6月の去年のですね約1年ほど前にこのようにトラックで運んできて牧場の中にですね移している様子です。で実際に救出しましたのはここにあるような5種類で、ハンプシャー種っていうのは実は日本ではほとんど特に南の方では飼われてるんですけども、北の方では飼われていませんので、ほぼ日本で使われているほとんどの原種豚を運んだと。で実際に、その100日間にですねもっとたくさんいたんですけども、餌が足りなくなったとか、あるいは結構暑かったもんですから暑さで病気になったとかいうことで、助けられたのはオスが10頭、それからメスが16頭です。でも実際に1歳から7歳、結構年寄りなんですね、豚としましては。でそういうものを運びましたので、残念ながらここにありますように3頭はですね、特に7歳を超えたものとか5歳こういったものは、ついた後ですね、特に理由はよく分かりませんけども弱って亡くなったと。でこれは実際にどういうところで、どういう研究をやってるのかという、これは定期的に体重を測ったり、あるいは採血しまして、一般の人がいわゆる健康診断するようにですね、いろいろな血清パラメーターというか、健康診断ですね、そういったことを行ったりいうことをしています。それからこれは実際こういうところで住んでますということで、結構中に閉じ込めてるんではなくて外で太陽光線を与えてですね、ビタミン D 不足になりますので、こういうこともやってると。それからこれは体表面ですね線量をモニタリングして、せっかく助けたのにまた東大で汚染したらかなわんなというようなことでモニタリングをするということをやっています。でこういう健康診断ですとか免疫機能を調べたりとか、ストレス受けてないかとか、それからいわゆる生殖機能ですけども精子は元気なのか、ちゃんと排卵しているのかということを調べて、今のところ特段大きい問題はないということで、それで実際には交配するということを行いました。さらにこの飼ってる畜舎のいろんな放射線のレベルですとかで、与えた餌とか水ですね、それから豚から出てきた糞尿のやはり放射線のレベル、それからたまたま閉死した死んでしまった豚の内臓についてですね細かく調べるというようなことを行いましたけども、これも特段大きい汚染とかですね、そういうことは残留もないということが確認できました。でこれは実際に精子を取ってですね、精子の数ですとか精子が元気で泳いでるかとかいうことを見る、あるいは交配してちゃんと行動異常がないかとかいうことを調べてる風景です。でそのようなことをやりまして、現在はですね私たちの牧場は馬とか牛とかヤギとかいろんな動物飼ってますので、実際豚を飼えるスペースというのが限られてますので、順次出産させるということをしまして、ここにあるように、現在5頭のお母さんがですね出産すると。で、今後6月の中頃までこれを継続しまして、
で生まれた子豚についていろんなことを次の世代の影響を調べるということを計画しています。で、現在こういうふうにここにありますように約50頭のですね子豚を維持するということでございます。でこれは実際赤ちゃんが生まれてですねその一つ一つの世話をするというようなことで、出産のしましてこの一つ一つの一頭一頭のですね子豚の体重を測ったりとかですね、あるいは血清生化学的にホルモンに異常がないかとかいうことを丁寧に調べるということを行っています。でこれもその実際の場面でございます。でこの結構普通はですね皆さんが食べてる豚にはこんなに手間暇かけてないんですけども、手間暇かけると豚いうのは実は非常に賢い動物で、犬より賢いんじゃないかと思うんですけど、こういうふうにちゃんと慣れてきて、これ僕なんですけど今豚の親分って言われてますけど非常によく慣れてきて来ると餌をくれると思って集まってくるんですね。で餌やらなくなるとやがて見捨てられるんですけども、毎回餌をやってると、親分になれるというような状態です。でこういうふうにですね体重を測ったりとかいうことも慣れてきますと非常に簡単に採血もできます。で今後はですね子供ができましたので、この子供についてその生殖機能とか健康がどうかとかいうことを今調べ始めています。で豚の場合はだいたいオスとメスがですねこういうふうにだいたいメスは4ヶ月ぐらいで発情、人間でいうとこれ中学生ぐらいですかね、初潮を迎えるということで、中学生ぐらいなんですが、豚の場合4ヶ月です。それからオスの場合は6ヶ月ぐらいで精子を作り始めて、いわゆる精成熟っていうのが8ヶ月、それからメスの場合も8ヶ月で、その後10ヶ月例ぐらいですね、1年まで経たないところで、実際に次の孫の世代ができるかどうかということを検討することができると。で、そこまで見ることで、一応その問題があるのかないのかということを結論付けたいというふうに思っております。で最後にこの仕事が非常にたくさんの、牧場とそれから同意幻想施設のですね中西先生をはじめ皆さんのおかげで、それから南相馬市の門馬さんとか堀田さんのですね随分サポートを受けてやっております。で最後にこれもう3月に帰って今中国の大学で先生してるんですけども、パクさんという彼女は非常に豚の世話をよくやってくださって、おかげで死にかけた豚も随分助かってですね非常にいい成績になったと、いい成績っていうのは誤解を受けますけども、そういったことがありました。本当中間報告でいい加減な話なんですけど以上でございます。